さて、今回は川崎汽船 K ラインの資料を、深掘りしていきましょう。記録的な利益を上げた一方で、これからの市場環境の変化も指摘されてますよね。そうですね。ご提供いただいた決算資料とか分析レポートから、会社の財務状況、それから特に注力している事業、そして将来性、このあたりポイント絞って見ていきたいです。はい。あと、ご要望のあった財務参表、株主還元、為替の影響、ここも、しっかりカバーします。まさに大きな転換点に立っている、そういう状況ですよね。転換点ですか？過去数年の追い風、特に共同運営しているコンテナ船事業のワ社が、歴史的な好調さで、これで得た莫大な利益と、それで築かれた強固な財務体力があるわけです。なるほど。ワ社の貢献が大きいと。そうですね。で、最終的な純利益も約3倍の3053億円。記録的な利益ですね。では、会社の財産状況を示す貸借対照表、これはどうでしょう？こちらも非常に健全です。ほう。純資産がですね、1兆6774億円まで積み上がってます。1兆超え。で、自己資本比率も、これが驚異的なんですが、74.6%。74.6。かなり高いですね。これは業界平均と比べても、突出して高い。財務的な余裕が非常に大きいことを示してますね。借金である有利子負債は比較的少なく抑えられています。その財務的な余裕が、じゃあどう生かされているのか。お金の流れ、キャッシュフロー計算書を見るとわかりますか？わかりますね。本業でしっかりキャッシュを稼ぎ出していて、営業キャッシュフロー、プラス2731億円。はい。で、その稼ぎから将来のための投資、例えば新しい船を買ったりとか、投資キャッシュフロー、マイナス1261億円を、行い。で、残りの多くを株主への配当とか、借金の返済とか、財務キャッシュフロー、マイナス2116億円に充てていると。なるほど。稼いで投資して株主にも還元するという、非常に健全なサイクルが回っていると言えますね。なるほど。その強固な財務基盤、まさに転換点に立つための体力はもう十分にあるということですね。そういうことですね。ではその体力を使ってこれからどこへ向かおうとしているんでしょう？特に力を入れているのは。中期経営計画では2030年に経常利益2500億円以上という目標を掲げています。はい。で、鉄鋼原料、自動車船、LNG 輸送船という、比較的安定した事業に集中投資していく方針です。ただそれ以上に、大きな柱として位置づけているのが脱炭素への取り組みですね。脱炭素ですか。具体的にはどういう？国際的な環境規制、IMO 規制ですね。これの強化はもう避けられない流れです。これをリスクではなくて、むしろチャンスと捉えて、環境負荷の低い LNG、つまり液化天然ガスを燃料とする船の導入を進めています。なるほど。で、さらに注目すべきはですね、回収した CO2 をマイナス数十度以下に冷やして液化して、それを船で運ぶっていう新しい液化 CO2 輸送事業、LCO2、これへの本格参入です。液化 CO2 輸送。ノルウェー政府などが主導している貯留プロジェクト、ノーザンライツにも参画していて、これは技術的にも商業的にもハードルは高いんですが、もし成功すれば、将来の巨大市場で先行者利益を得られる可能性がある、非常に野心的な挑戦と言えますね。それはまさに未来への大きな賭けですね。一方で足元のリスクっていうのはどう見ていますか？短期的な懸念材料はいくつかありますね。はい。会社自身が最大の変動要因と見ているのが、今後の米国の関税政策の動向です。関税。これが物流量にどう影響するかちょっと不透明だと。で、来期2025年度の保守的な業績予想、経常利益1050億円というのを出してますが、これにもこの不透明感が織り込まれているという見方ですね。なるほど。あとは中東情勢の緊迫化による航海ルートの迂回、これも運航コスト増に直結しています。これは響きますね。その他コンテナ船主況の変動とか燃料価格の変動、これも無視できないリスク要因です。そうしたリスクがある中で株主への還元についてはどう考えているんでしょう？それと多くの方が気にされると思うんですが、
為替の影響、これについてもちょっとシンプルに教えていただけますか？はい。まず株主還元ですが、これはかなり積極的な姿勢ですね。ほう。来期、2025年度は現役予想にもかかわらず、年間配当を120円へと増配する計画です。現役予想なのに増配ですか？ええ。これはまあ経営の自信の表れとも見えますよね。中期経営計画の期間中の株主還元の総額も従来の目標から引き上げて8000億円以上とする方針です。8000億。はい。自己株式取得も機動的に行うとしていますね。なるほど。で、為替の影響は？為替ですね。海運業はドル建ての取引が多いので、やっぱり重要です。ええ。ごくシンプルに言うとですね、円安はドルで稼いだ利益を円に変えるときに手取りが増えますよね。はい。なので、業績にはプラスに働きやすい。逆に円高は、マイナスの影響が出やすくなるということですね。なるほど。わかりやすいです。円安が追い風になると。そういうことになりますね。最新の市場関係者の見方とか評価、これはどうでしょう？アナリスト評価は中立が多いようですが。そうですね。強固な財務基盤とか脱炭素への長期戦略っていうのは評価されています。はい。ただ一方で、短期的な利益の落ち込み見通しですとか、先ほど挙げた米国の政策、地政学リスクといった、外部環境の不透明さ、これを懸念する声も多いですね。なので、市場が特に注目しているのは、そのリスク要因の具体的な影響度度合い、それから潤沢な手元資金をさらにどう使うのか、追加還元とか M&A とかですね。ああ、資金の使い道。そしてこれまでの利益を牽引してきたワン社に加えて、自社の事業、特に期待とリスクの大きいさっきの LCO2 事業でどう持続的に稼いでいくのか、この点でしょうね。なるほど。ノーザンライツプロジェクトの進捗はその試金石として見られているという感じです。よくわかりました。今回の話をまとめると、川崎汽船はワン社の好調などによる記録的な利益で財務基盤をがっちり固めて、その体力を生かして脱炭素、特に液化 CO2 輸送という未来の巨大市場獲得に向けた、野心的な投資に踏み出していると、株主還元も強化する一方で、米国の政策とか市況変動といった短期的なリスクも抱えているということですね。まさにおっしゃる通りです。財務力と、進むべき方向性っていうのは示されました。ただその戦略が成功するかどうかは、技術開発とか規制動向だけじゃなくて、予測が難しい世界経済とか地政学の動向にも、大きく左右されます。そうですよね。この豊富な資金力とグリーン戦略への強いコミットメントが本当に持続的な企業価値向上につながるのかどうか、あなたはこの K ラインの未来への賭け、どう見ますか？動画の情報はあくまでも素人の個人的な分析です。動画の内容は参考程度にしていただき、投資対象へはご自身で十分精査していただくことを推奨し、投資は自己責任、自己判断でよろしくお願いいたします。